じゃあお店からしばらくぐるっとツーリングを3台でしてきながらとある公園にやってきました。今日は記念すべき100本目の動画っていうことで YouTube に関してちょっと撮っていこうかなと思います。後半では YouTube の収益成績についても触れていきたいと思います。YouTube100 本目記念ということで、ご視聴いただきありがとうございます。週に1本出してきましたんで、だいたい100週間見てもらったということで続けてきました。皆さんにやっぱ見ていただけてなかったら私たちも続けてなかったでしょうから、見てもらえてこその動画ということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。ご着席ください。ツーリングの告知です。来る11月26日の日曜日、今日放映している次の日ですね。はい。朝9時、うちの KUV へ集合して焼津、静岡県ですね、焼津と御前崎へ向かってマックスランですね、はい、行きたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん来てください。お誘い合わせの上よろしくお願いします。YouTube を始めたのが2022年の1月14日1本目の動画が始まって、みんなでこれからやってきますパフパフとかやりながら動画を撮ってから2年とか、もうじき2年ですね。1年10ヶ月です。で、YouTube を出してきてやる前っていうと2022年その1月っていうとお店始まってどのぐらいの頃ですか？それまでっていうと2年経ってないぐらい。丸2年とか2年は経ったのか。じゃあやってない、お店がオープンしてやってない間が2年、YouTube をやって2年みたいな、そんな感じでちょうどじゃあ真っ二つですね。じゃあそのやる前と後でなんかこんなことが変わったよとかエピソードをちょっと一言に劇的に変わったかなって感じでね。はい、最初のオープンして1年は、正直まだ知名度も何もなく、はい、正直あまり売ろうと思った時間ではない。1年間ってなんかバタバタして過ぎちゃって、もうじき1年ぐらい経つかなぐらいで1台アイアンが売れて、丸1年は経ってないか、十何ヶ月ぐらいね。それで売れて、はい、それからポチポチ売れて出していって、2年経った時にはどうなんだろうな、今のどのぐらいなんだろう、何分の1っていうのをちょっと数えてみないと分かんないけど、当時何台待ちぐらいだったかは、何台待ちというかね、一番最初って4ヶ月ぐらいで出しちゃったのもありましたよね。注文から4ヶ月で納車、そうで7ヶ月ぐらいでしたよねって、昔買っていただいたお客さんからはよく言われるんで、7ヶ月っていうのが結構長かった。それでうまく回ってた。7ヶ月はベストだね。もうハーレーのカスタムで言えば即納みたいなもんですね。7ヶ月って言ったら、その当時お客さんなんていう人いなかったですもんね。早くてそれから劇的に今はそうですね、何倍にも膨れ上がったって感じですかね。じゃあそれは YouTube を境にお店が多分いろいろ準備も整ったり知名度も YouTube 抜きにしても多分だんだんは知れ渡っていくとしても、YouTube 境でじゃあ結構バチッと切り替わった感じはしますか？ちょっとその前にインスタでも少し露出が上がってきて、はい、それで YouTube にもつながって、はい、さらにって感じだね。お客さんもやっぱ YouTube 見ましたって言ってくる人が増えたんで、始めたきっかけがインスタのフォロワーが1万人になったことなる時に始めたいっていう風に言って始めたのがきっかけですもんね。でお店のその YouTube 見たよなんていうのは当時じゃあボスはボスというキャラクターですらなく知らない顔を見たことがないお客様からボスっていうのがもう今は当たり前に、なって、最初はちょっとねくすぐったいような、感じで聞き慣れない、名前で。
くまさんはもともとくまさんということで変えることなくニックネームがそのままついちゃいましたけど、くまさんは2種類あるでね。何ですか？だいたいくまさんだよね。はい。それ以上に親しい人からくまちゃんだよね。当時 YouTube を見てくれたお客さんだと思うよって、なんでって聞くと、ボスって最初から呼んできたから、あれは YouTube 見てなきゃ知らないはずだって、よくそれが一種のこうバロメーターになっていましたよね。確かにそうだ。まあそんな2年前。じゃあ受注数、注文数は爆増したっていうことで、それはちなみにどんな動画が高額なバイクを買うきっかけにまでこう背中を押したとか、どういうのが良かったんだと我々は思ってますか？まあお客さんの声で言うと、オーバーホールしているとか、まあ全国に向けて納車して保証をつけているとか、はい、その辺はもう一番声に出るところですかね。じゃあこうやってこちら側からお店側から発信でもしなければ、やっぱ買う方は知らないでいることがやっぱ多いんですかね。動画にしたからこそお客さんはそれを知ってくれたっていうことで、やってることは別にその開業当初から同じ内容なんですもんね。ちょっと情報発信の大切さはすごい知るきっかけになったかなと私も感じております。コンテナから下ろす動画とかね、あれが普通まず見れない光景だし、ああいうのでなんとなくね、店の雰囲気とか、ああいうのもやっぱり伝わって、そういうのが多少影響あるのかなとは。なるほど。我々だけでなく、例えば翔吾や徳ちゃんやヨッシーなんかもお客さんから名前をね知ってああ本物だとかよく言われてるね。まあ本当プチ有名人というかまあ本当ちいちゃなことですけど、知ってくださる方が普通はまあゼロでもおかしくないようなとこが、イベントとかで出くわして、そのイベントに来る方にとってはプチ有名人っていうことですかね。ちょっと声かけてもらったエピソードはメカニックのみんなからももう数知れずっていうことで、しまいにね握手とかねこっぱずかしいね握手はあったね。握手があったんですね。まあそうすると本当有名人っていう感じですよね私カメラマンにしてもなんかのイベントの時にその声はカメラマンさん愛樹さんですよねっていうまあこうやって天の声を基本やることが多いんですけど、なんか本当に支えてもらってるなっていうふうに思いましたね。それはオールドマックス。じゃあちょっと1個聞いてみたいんですけど、各動画の最後に締めで服のそのオールドマックスマークを強調しながら、オールドマックスっていうわけですけど、これの誕生秘話を秘話なんてないけどねもうとっさ的になんかやっちゃったね、あれ何本目の動画だったんですかね。もう結構初期の方で、ね、初期本当数本目ではやってたと思うんですけど、ちょっと編集する時には追いかけてみてどこからやりだしたか。じゃあやったきっかけはとっさにだね。ただやっただけなんですね。ちょっとサウンドロゴをちょっと入れてみようかと思ってかっこいい言い方ですね、サウンドロゴじゃあそれをスタッフたち果てはクマさんにまで強要して最近声にちょろっと出るようになって最初は服は持ってくれるんですけどオールドマックスは言ってくれないっていうそれをボスも動画で見てて楽しんでるんですよ、今日は言うかなみたいなそんなような締め方の定番なんかも決めていったり、最初の挨拶が決まっていったり、番組を作るっていうことにいろいろ取り組んできました。100本約100週間やってきたっていうことに対して YouTube を見る側の人には大変だろうっていうイメージが強いと思うんですけど、なんか撮影頻度とかそういうものについてくまさんどうですか？まあ撮影はね、とにかくやっぱり編集がとにかく大変だろうなって俺は思うけどね編集はそうですね、だんだん自分の実力がついてくれば
効率化されて、最初の頃はまあ正直かなり大変でしたけど、だんだんこうテロップ入れるの文字入れるのをやめちゃったりとか工夫して、やっぱりそれで視聴率が下がらないなら入れる必要ないなとか考えて簡単にはしてきてるんですけど、撮影スケジュールはでも日に多い時は4本ぐらい撮ったり多分してると思うんで、皆さんもこうまた新しい動画2本目3本目なのに撮ってるような切り替えて撮影されたりとかっていうことで、最初くまさんにとってはこの動画に撮られることは嫌じゃなかったんですか？でもね、出るのは考えてもなかったしねでも最初にねみんなでやるって決めたんで一人だけ逃げるわけにはいかないしそんなにじゃあ嫌には入ってないぐらいですか？嫌は嫌ね、でもまあいわゆる仕事だしというかお店のためには必要なことかなとじゃあ思ってもらったと。今ね1年以上やってそう思うようになったと、ありがとうございます。じゃあいやいややっていただいてたということで次の話題に、なんか翔吾とか徳ちゃん初期から出ているお二人に関しては割と嫌いじゃないと思うのであれ出たがりだもんね多分ボスもキャラ的にはあれはもともとはやっぱ嫌だったねちょっと嫌寄りですか？若い子の方が抵抗はあんまないんですかね。じゃあボスもクマさんもいやいや出演いただいたっていうことでじゃあちょっといよいよYouTube のその収益とかについて触れていきたいと思います。じゃあ収益とかに関しては僕の方からちょっと数字を言っていくんですけど、あんまりお二人は知らないですよね。知らないっていうか多分興味もあんまないと思うんですけどコメントはちなみにすごくみんな見ていますよね、ボスに関しても、皆さんがどういうことを応援してくれてるかとか疑問に思ってるか、それはすごいお店のみんな目を通してますんで、皆さんこれからもいろんなコメントいただいてアクションしてもらえるとこちらも楽しいですね。幸いでもうち程度のチャンネルだとこんなもんかもしれないですけど、アンチコメントと言われる批判的な内容は全然少ないと思うんですよ。それについてはやっぱりお店のこう店柄が出てるのかなと。多分私たち動画撮る中ではラフに自然体にっていうことをテーマにしてやってきていますよね、やらせはないねやらせもないですし、飾るっていうこともあんまり長く続かないから、そういうんじゃなくてお店そのものを映そうっていうのを心がけて実はやっているもんですから、その辺がこう無理してない背伸びしてないこととかがアンチを増やさないことにもつながっているのかなと僕は思っております。確かにお客さんからもね言われるのはあれだね、やっぱり、そのまんまだねって言ってくれるね。それやっぱ嬉しいよね。そう、それが一番嬉しいよね。今日2023年11月21日なんですけど、今日さっきデータをちょっと収集してきましたんで今日時点でっていうことで、1年10ヶ月が経ちました。総視聴回数、動画を見てもらった回数が367万回となってます。なんだか分かんないけど多いのか、少ないのか、普通に桁としては300万回とかっていう万っていう数字のその3桁までいってるっていうのはやっぱ多いなと思うんですけど、ヒカキンさんの動画1本にも満たないということで少ないんだ別格っていうことですよね、やっぱり YouTuber の方に比べたら。ただコアなジャンルでハーレー専門、しかも古いの専門っていうことで、あまりこうはみ出したような動画を撮ることなく一応2年間はやってますので、そういうコアな中では300万再生いってるのはやっぱ多く見てもらえてるんじゃないかと思います。それは同じ人のカウントはされてる？多分時間を置いて見てる分には2回3回ってなってると思いますけど、あんまりこう近しい時間とかで見たりとかそういう数稼ぎみたいのはできないロジックになってるとはよく言われてますね。チャンネル登録者数、これに関しては16,738名ということで、1万6,000人の方が
一応また見たいなと思って登録をしてくれているということです。登録せずに見てる人もいるよね。そうですよね。ホームにおすすめで上がってくることはあると思うので、それ以外の方も多分見てくれてるから、再生数の方がずっと多いっていうことで。インスタのフォロワー数は今何人ですか？2万6、7千。まだインスタの方が全然多い状態をキープしてますね。管理画面で収益を見られるところがあるもんですから、ここの収益に今いくらって書かれてるかなっていうのを調べたところ、この1年10ヶ月で合計9328ドルで130円でなんとなくかけてみました。2年前からなんで、130円計算すると121万円ぐらい約2年間で広告収益をいただいたと。でこれを1ヶ月にならしてみると平均では5万5千円っていうことになります。1ヶ月5万5千円を機材代だとかそれでも人件費だとかそういうものに当ててるような考えでいくと、決して割に合っている合ってないっていうことだと多分それはね、これ専門だったら全然儲かっちゃいない話ですよね。ただ冒頭で質問した通り、この YouTube そのものの広告収益じゃなくて、ボスから言っていたお客さんがみるみる増えて、注文が増えてっていうそちらにやっぱりなっていることが YouTube を続けている理由なのかなっていうふうには思っています。でこの121万円っていうのは全部ボスのポケットに入ってるっていう噂ですけど、間違いないですか？知らないよ個人のポケットに入ってるっていう噂はじゃ違うっていうことで。知らない。設定も俺してないしわかんない。冗談です。これは会社の普通に口座に入れている状態でございます。で流行った動画をちょっと3つ上から上位で見てきたんですけど、くまさん、一番再生数が伸びた動画はどの動画だったと思いますか？でも俺もね見とるんで分かっちゃう。いいです。正解なら正解で。ボスの3拍子の3拍子、こちらが1位になっていて正解です。これ20万回もうほぼいってます。20万回。じゃあボス2位は分かりますか？2位はあれじゃない？9つの怖い話。違うか。怖い話はランク外です。外かあれ何があったっけ？多分3位と間違えてると思うんですけど、3位なんだ。だよね、ありったけのバイク集めてそうです。エンジン始動した。2位は全エンジン歴代全エンジン紹介のあれですねが17万回。2位です。で3位は多分怖い話となめんなよを混同してるんじゃないかと思うんですけど、3位がオールドハーレーなめんなよっていうことで古いバイクに乗る心得を説明してる動画が13万回となっております。なんかちょっと、これも桁がよくわからんっていう話なんですけど、なんとなく YouTube 見ていてそのトップ YouTuber の方は別として、やっぱ最初の頃は1000回も見てもらえた、万いったとかって言ってたのがいよいよ20万回見てもらってるとかなかなかすごい話にはなってるんじゃないかなと当初思えば感じております。人気コンテンツはやっぱ仕入れ旅についてとコンテナ開封、あとマックスラン、お店主催のツーリングの動画なんかも基本的に再生数が多いですね。で不人気コンテンツは何か分かりますか、熊さん？あれだね今日のオールドマックスあれはそうですねあれは報告事項だもんね熊さんに僕が無理やりやってもらっている今日何してんのっていうことを撮ってる動画ですけど、あれはもう本当熊さんには申し訳ないんですけど僕の休憩動画っていうことで編集に関してもあと企画がいらないので、スッとその日行ったらカメラ回せば撮れるっていうちょっと休憩の要素で撮っているんですけど、ただ今日のオールドマックスの動画のコメントにももっとこのシリーズ増やしてほしいっていうコアな視聴者層もでもいるもんですから、それでも1万超えるか超えないかの中ではでも1万は大体超えるので、約1万人の方にはそれでもまたこのシリーズか見る必要ねえなって思われるんじゃなく見てもらえてるっていうのは結構やっぱコアな客層の方がうちのその
作業内容とか日常風景を楽しみにしてくださっているんだなっていうふうには驚いています。こんな感じの YouTube の成績となっております。うちで2年ちょっと前ぐらいですかね、作ったバイクで、初なんですけど、海外へ出張で、長期で行かれるお客様がいて、その方から預かっている車両で、側納というか、そのままこう乗り出し可能な、委託ってことなの？委託で、こちらちょっとじゃあ車両ざくっと、じゃあ熊さんから、お願いします。一応52のパンヘッド、一応オリジナルフレームのオリジナルエンジン、FL、はい。もともとは多分風防とかも全部ついてて、多分お客さん持ってるんで、それも全部つけての、だからね、このままボバーで乗るのもよし、ちょっと純正風にスプリンガーがあれか、でもそのままあれがついてくる、そうか、それも全部あるんだね。だからハイドラにするのもよし、ハイドラのノーマルに戻せる全てをつきます。だからキャブとかをまたリンカートにする楽しみもあるし、メーターもこれ車外なんで、純正メーターも高いけど純正にする楽しみもあるとかこれね、タンクバッジとかこの辺はね、これ実はね、僕が集めてずっと10年近く集めてパーツを一揃えしているバイクなんで、そうなんですね。そう、個人的にねずっと集めてた、結構純正が多いですね。やれか綺麗かで言うと、カメラで映ってる感じで伝わればいいんですけど、年式相応のいい感じのやれが入って、しっかり内から出てるバイクなんで、しっかりやって調子もいいですね。委託という形というか、これでお買い上げいただいた場合は保証云々に関してはどのようになるんですか？保証は通常オーバーホールやって1年つけてるんで、でも1年つけても全然へっちゃらなんで、つけちゃいます。テレフォンショッピングみたいなじゃあ保証付きということでじゃあ今日はこんな感じで終わりなんですけど、これからも YouTube についてはまだ頑張って撮っていくということでお二人いやいや出てるそうですけど大丈夫ですか？もう今はいやいやじゃないもう今はいやいやじゃない。もちろん手間は手間、やらないよりはやった方が大変なんですけど、それ以上にその反響があるっていうことについてはやっぱやめちゃいかんなっていう使命感を僕も感じてますけど、多分お店の皆さんもきっと感じているんじゃないかなと求められていると思うので、頑張ってやっていきたいと思います。じゃあ締めてください。今日の動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。100回記念オールドマックス声出た